時は1950年の台湾。まだクレジットカードも電子決済もない時代に、台湾ではインボイス制度が開始されたのだが。これください。毎度あり。領収書いりません。あ、わかりました。しめしめ、領収書を受け取らないということは、この売り上げを税務署に作れないから脱税できるな。たく、インボイス制度ってやつ始まりやがった。マジでいちいち面倒なんだよ。税務署の奴ら領収書は必ず渡せって言うけど、お客さんがいらないって言うなら渡さなくていいよな。まったく税務署ってのは余計な仕事しか増やさないな。税務署がなんだって？あ、税務署の皆さんお仕事ですか？この近くの会社へ税務調査に向かう途中なんですよ。ところで売り上げはどうですか？脱税商店さん。いやうちのような個人経営のお店は安さ第一でやらないと売れないんでほとんど利益出ていないんですよ。なんとか食べていける程度でやらせていただいています。たまたま税務署を出るときに脱税商店さんの確定申告が目に入ったんですよ。仕入れに対して売り上げがやけに低いんですよね。営業心第一ですからね。おっと立ち話が長くなりました。失礼します。行くぞ。そう、ビビらせんじゃねえよ税務署の奴ら。台湾の領収書は非常に不正がしにくい。まず双方の登録番号の記載が必要だ。また白紙の領収書は国から購入した正式なものしか認められない。この領収書は4枚綴りになっていてそのうち2枚は相手側の申告と保管に使われるんだ。じゃあ、俺が申告前に領収書などを不正に書き換えたとしても、相手側の領収書と不正な領収書を突合されてバレちまうって算段だな。だが一方で個人間の取引の場合の脱税は容易だ。個人の場合は3枚綴りの領収書を使うんだが、相手が領収書の受け取りを拒否や廃棄した場合は、この領収書を丸ごと廃棄してしまえば脱税できるってわけよ。もちろん、塩梅ってのもあるからやりすぎには注意だな。何？脱税は犯罪じゃないのかって？こんなことはみんなやってるから在宅よ、在宅。在宅感覚で脱税を行う事業者が多いが犯罪なので行わないようにしていただきたい。以上で説明会を終了したいと思います。何か質問がある方はいらっしゃいますか？すみません、聞いていて思ったのですがインボイスって必要なのですか？我が国の消費税は一律 5% なので、基本的に全事業者から売上の 5% を徴収すれば良いのではないですか？全事業者の帳簿の手間が増えるだけだと思うのですが。いい質問だ。我が国の消費税率は今は一律 5% と定められている。しかしながら将来の税法税率がどのようになるかはわからない。例えば食品といった生活必需品は 8%、それ以外は 10% という消費税になって全て税込み価格で表示される国があったとしよう。70年後そんな国がありそうですね。食べられるミニカーがあった場合これを食品として消費税 8% にするかおもちゃとして消費税 10% にするか、とても判断しがたいよな。そうですね。そこでインボイスを参照すれば事業者も我々税務職員も適切な税率がわかるというのが、インボイス制度の目的だ。確かに現行の税率ならばインボイスなどなくとも、性善説にのっとれば帳簿方式で十分に正確な徴税が可能だ。しかし、帳簿方式で長年運用しておきながら軽減税率制度のような複雑な税制を採用し、さらにインボイス制度を矢継ぎ早に導入したら、インボイス制度の合理性云々の以前に大混乱が起きるのは、あの日本であっても間違いない。そんな国、50万筆以上の署名が首相に届けられそうですね。ここからは余談。というか家庭の話になるが、一部の経理や事業者が大混乱するような税制の大変革があったとしても、多くの一般人は何も知らず生活を送るだろう。一般の方に自身には関係ない税金や帳簿を、理解や意識しろと言っても難しいですからね。おっと、もうこんな時間だこれで説明会を閉会させていただきます。お疲れ様でしたお茶になります。ああ、ありがとう。はあ、どうしたものか。レン様、どうされましたか？登録番号と3枚綴りのインボイスによって、企業間取引の脱税を減らすことができたが、対個人営業に使用される2枚綴りのインボイスでは、脱税の抑止力になっていないと思われる。脱税をなくす決め手はないだろうか。私は税務に関してはわからないのですが、ああ、すまない独り言だもう大丈夫だよ。お力になれずにすみません失礼します。なんだあの紙は？おい、何か落としたぞ。すみませんお恥ずかしいものを。なんだ？その紙は？ご存じないのですか？有効には疎くてな。これは愛国宝くじといって毎月誰かに大金が当たるんですよ。私、
ふるさとに病気の家族がいるんですけど宝くじを当てて、楽をさせたいんです。みんな、こんな紙切れを1ヶ月も保管しているのか。そうなんですよ。1枚でもなくしたらそれが当たってたかもしれないと思って寝れなくなるところでした。ははは、夢の引換券なくすんじゃないぞ。それだよ。1951年台湾省政府財政部は全てのインボイスに宝くじの機能を持たせることにした。今日も脱税日和だな。それにしても新しい書式の領収書噂通り、宝くじになるんだな。マジで国は何考えてるかよくわからんな。いらっしゃいませすぐに会計いたしますね。ありがとうございました。領収書ください。領収書とかいらなくない？いいから領収書を発行しろ。へえ。わかればよろしい。なんだよあの客。宝くじがそんなに欲しいのか？まったく貧乏人は、リアリストで真面目な事業者様である俺がムカついたからこの売り上げは帳簿せずにナイナイしてやろ。リベンジ脱税気持ちよすぎだろ。脱税商店さん税務調査に来ました。なんで？きちんと帳簿つけて申告していますよ。調査は建前で脱税の証拠があるんですよ。は？今年から我が国の領収書はすべて宝くじになったのは知ってるな。あの意味不明な制度。あんたのお店の領収書が当選したんだよ。それがなんだってんだ当選金を払えっていうのか？客側の領収書の原本がここにある。この売り上げだけじゃなくて結構な数、抜いてますよね？いや、その領収書もしかしたらうちじゃないかも。脱税商店って結構ありふれた店名ですし。ね。インボイス番号でお前のところって確定してるぞ。ひふふひほほほ抜きましたー。電子が考案したインボイスに宝くじの機能を持たせる効果は大成功し、宝くじ導入初年度は昨年比 76% 増の税収を達成した。領収書を宝くじにすることで税務に関係ない一般市民が、2ヶ月間領収書を保管し税務調査に協力してくれるという、驚くべき社会システムを自然に実現したのだ。それから70年以上経過し決済方法も多様化した現代、統一発表は今も運用されている。外国人でも当選の権利があるため高額当選した際は再び台湾旅行への理由にもなるだろう。日本では2023年10月よりインボイス制度が導入され大混乱を巻き起こしている。70年前、台湾がインボイス制度を早期に取り入れていたのは、現代の日本の大混乱を予見していたのかもしれない。